はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日はおすすめの塗り絵アプリを紹介していきたいと思います。で、塗り絵アプリって結構ね、いろいろあるんですけど、その中で私がいろいろ見て、これが一番いいなって思ったやつを今日は紹介していきます。で、アプリの名前がピグメントっていうアプリですね。で、これ、子供向けの塗り絵じゃなくって、大人向けの結構本格的な塗り絵アプリなんで、大人がやってもね、とっても面白いんです。で、この塗り絵のベースの絵の種類がすごいたくさんあって、どれもおしゃれだし、あとディズニーとかもあるので、結構ね、昔のことを思い出して楽しくなったりしてきますね。で、今日はこのピグメントの使い方の解説と、あとはですね、このピグメントとプロクリエイトのアプリの連結技で、ちょっとね、裏技的な塗り絵テクニックを紹介していきたいと思います。はい、じゃあですね、アプリ立ち上げていくんですけど、立ち上げるともうこんな感じで塗り絵の種類がですね、たくさん並んでます。で、下にホームとかライブラリーとかがあるんですけど、ホームに行くと、このピグメントの公式の YouTube チャンネルでチュートリアルを見たりすることもできます。で、このライブラリーが基本的にこの塗り絵のコレクション一覧っていうページなんですけど、見てみると、例えばね、このディズニーのコレクションがすごい豊富で、こういうミッキーマウスみたいなのがあったりとか、あとはこれ、アナと雪の女王の塗り絵とか、あとファインディングニモとかもね、すごい可愛いですね。で、ディズニー以外もこういう葉っぱのすごい複雑な模様があったりとか、あとこれとかめっちゃリアルなグレースケールのこうね、人形みたいな写真みたいなイラストがあったりとか、あとはプロのイラストレーターさんが投稿してるやつもあって、それとかもね、すごくおしゃれです。で、一部無料で一部有料なんですけど、有料のやつは右下の方にこういうダイヤマークみたいなのがついてるので、それは課金しないと使えない塗り絵になります。なんで今日は無料でどこまでできるかっていうのをやってみたいので、課金せずに無料の塗り絵だけでやっていきたいと思います。で、今日はこの可愛いドナルドを塗っていきたいと思うので、早速開いてですね、ツールパネルの方見ていくんですけど、左側にツールパネルが全部揃ってます。左がツールパネル、下がカラーですね。で、やっていくんですけど、基本的には、ブラシと塗りつぶしツールと消しゴムと、あとは洗濯ツールっていうの4つしかないですね。この4つを駆使して作っていく感じになります。じゃあちょっとはじめブラシツール取って、下からカラーを選択して塗っていきます。で、この黒色の縁の中をですね、はみ出さないようにひたすら塗っていくっていう感じです。で、今ちょっとね、不透明度が下がってるので、こうムラがあると思うんですけど、そのムラを取るには、このバーの上のところですね、上が不透明度で、下がブラシのサイズになるので、ここで調整して塗っていきます。で、ちなみにブラシの種類なんですけど、タップするとたくさん出てくるんですけど、無料で使えるのは鉛筆ブラシとマーカーブラシだけになります。あとは課金しないと使えないブラシですね。でもね、課金すると結構水彩ブラシとか、レーザーブラシとか、稲妻ブラシとか結構面白いのがあるので、よかったらね、これ見てみてください。で、ブラシで塗ってはみ出しちゃったところとかは消しゴムに切り替えて消していく感じです。で、ブラシツールの下に、塗りつぶしツールっていうのがあるんですけど、これはもうめちゃくちゃ簡単に色が塗りつぶせるツールで、塗りつぶし選択して色取って、もうポチポチってこの空間を埋めていく感じです。そうするともう勝手に塗りつぶしがされるので、もうこれだと超簡単に塗り絵が終わってしまいます。で、配色のことを考えながら塗りつぶしたりしてると結構ね、いい勉強になる、色の勉強になるので、それはね、すごいおすすめです。で、あとね、こう、何色だったっけってわからなくなってくるので、それをね、予想しながら塗ってるとすごい変なものに仕上がってきて、それもね、また面白かったりします。で、出来上がるとこんな感じ。今回はね、結構綺麗めに作りましたけど、こういうものがすぐに、作ることができます。で、このピグメントのアプリで結構面白いツールの中に、選択ツールっていうのがあるんですけど、それをちょっと紹介したいので、このティンカーベルのイラストを使ってやっていきます。で、普通にブラシとか塗りつぶして塗るとこういう感じで、綺麗に塗りつぶしてくれるんですけど、このツールバーの一番下に選択ツールっていうのがあります。
ギアマークのアイコンみたいなやつなんですけど、これを選択すると自分が選択した範囲の中だけ塗りつぶしができるっていう設定で、このギアマークのところから上級っていうところをまず選んで、そうすると上のところに単一選択と複数選択っていうのが出てきます。で、この中から複数選択を選んで、例えばこういう隙間のところをですね、ポチポチポチと選択していくんです。そしたら今、このエリアが複数選択されている状態なんですね。なので、今からこう塗りつぶしたいところだけを選択していきます。で、選択できたらここから塗っていくんですけど、もうすでにブラシツールは持っている状態なので、この状態で色を取って、こうやって上をなぞっていくと、さっき選択した範囲の中のみが、こうやって塗りつぶしされます。これすごいですよね。これがね、結構いいなと思って今回アプリ紹介をしてるわけなんですけど、この選択してる状態でまた違う色でこうやってね、塗りつぶしてあげると何回でも色を変えることができるので、グラデーションとかもすごい簡単に作れるし、何よりこうはみ出さずにすごく綺麗に早く塗れるっていうのがめちゃくちゃいいので、この機能ぜひ覚えてください。で、最後ですね、ちょっとこのピグメントのアプリとプロクリエイトの合わせ技というか、ちょっとね、裏技的なのを紹介したいと思います。あまり大きな声では言えない tips なんですけど、プロクリエイトの使い方とかも参考になるので、見てほしいなと思うんですけど、まずこのアラジンの、イラストを開きます。で、ここでは塗り絵をしません。上のチェックボタンを押して、そうすると保存の画面に行くので、下のところから保存を押してください。で、そうするとカメラアプリの中にこの画像が保存されているので、この状態でプロクリエイトに行きます。プロクリエイト開いて右上の写真ボタン、ここですね。これを選択してさっきのアラジンの画像を開きます。で、そうするとこんな感じで出てくるんですけど、下にウォーターマークとかがついてるので、ちょっとね、これを取っちゃいたいと思います。で、その時は、ブラシのですね、モノラインっていうブラシを取って、色は白か黒で、この上をですね、塗りつぶしていく感じになります。ちょっと透けてるところとかももう白で塗っちゃって、で、塗れたら、その後黒でこう上からなぞっていく感じです。で、そうするともうウォーターマークほぼほぼなくなったというか、めちゃくちゃ綺麗に消すことができます。で、次、新しいレイヤーを作ってそこに色を塗っていきます。で、まずこのベースのイラストは左にスワイプしてロックしてください。で、ロックできたらプラスボタンで新しいレイヤーをどんどん追加していきます。で、このベースのイラストを一番上にグッて長押しして持っていってください。常にこのベースのイラストはトップにある状態で描いていきます。で、その下のレイヤーたちにどんどん色を重ねていく感じなんですけど、ブラシでおすすめなのは、硬めのエアブラシとか、少し硬めのエアブラシとか、あとソフトブラシも結構使えるので、この辺を使い分けてください。で、色を取ってですね、この、1個下のところのレイヤーに塗っていくんですけど、こんな感じで塗っても色がつかないんですね。で、つかないのはなんでかっていうと、一番上に画像レイヤーが載ってます。これです。これが載ってるので、その下のレイヤーは見えないんですね。でもちょっとここでマジックをかけます。ロックを解除してください。で、N のところを押して、この中から、乗算っていう描画モードがあります。で、乗算にすると、こんな感じで、黒色のところだけが塗られて、白はね、透明みたいな感じになるので、その下のレイヤーたち、色のレイヤーたちが見えてくるような感じになります。これが乗算なんですけど、この画像のレイヤーをですね、乗算モードに絶対にしてください。で、その状態でその下のレイヤーにどんどん色を塗っていくと、塗り絵みたいに作ることができるんです。で、こっからですね、もうひたすら塗りつぶしていく形になるので、もう音楽をかけてですね、時間を忘れてひたすら塗り塗りしていってください。で、おすすめは枠から塗っていって、中の塗りつぶしするときは、色のカラーピッカーのところからポンってバケツみたいに投げると、色塗りつぶしすることができるので、それするとね、結構早く色塗りつぶすことができます。
はい。で、こんな感じでだいたい仕上がってきたんですけど、ところどころね、ちょっとグラデーションっぽい感じにするとおしゃれに見えます。青のところでもうちょっと薄い青にしたりとか、濃い青にしたりとか、あと虎のとこもね、オレンジのところもあれば少し黄色みがかってるところもあるので、そういうグラデーションを使ってあげると結構ね、上級者っぽく見えるので試してみてください。で、プロクリエイトはですね、たくさんブラシがあるので、背景とかにそういう面白いブラシを使って模様をつけても結構面白いですね。おすすめはネピュラとか、あとはポケライトとか、あとはなんだろう、ディスコっていうブラシも結構面白いので、そういうのでこういうファンシーな周りに装飾をつけてもいいんじゃないかなって思います。はい、ということで、こんな感じで完成になります。プロクリエイトはですね、すごいたくさんレイヤーを作ることができるので、こんな感じでね、色ごとに分けて、今回は塗りつぶしをしました。で、今回このプロクリエイトの方に移行してきて、一番のポイントはですね、描画モードですね。描画モードを乗算にすることを絶対に忘れないでください。これさえ覚えてしまえば、ぶっちゃけ他のアプリとか他の塗り絵アプリからもどんどん移行してきて、プロクリエイトの方で塗れたりすることができるので、これはちょっとした裏技ですけど、ぜひね、よかったら使ってみてください。はい、ということで今日はピグメントっていうアプリの紹介でした。これのアプリ単体でもすごく楽しいので、ぜひ課金とかね、興味ある人はやってみてください。私もなんか面白いので課金してみて、よかったらまた YouTube の方でレビューしたいかなと思ってますので、楽しみにしておいてください。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。この動画が良かったらぜひいいねボタンをお願いします。ではでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。